理性の定義と基本概念。皆さん、理性とは一体何でしょうか？私たちが日々感じている直感や感情とは異なり、理性は冷静かつ論理的な思考を指します。カントにとって、理性は人間が持つ最も重要な能力の一つです。この能力によって私たちは感情や欲望に流されずに客観的で合理的な判断を下すことができるのです。理性は目の前にある情報を整理し、原因と結果を理解するために不可欠です。また、道徳的な判断を行う際にも理性がその根底にあります。カントは理性を純粋理性と実践理性に分けて考え、それぞれが知識の獲得や道徳的行動を導く基盤であるとしました。例えば、道徳的な選択を迫られたとき、感情だけでなく理性を使って、その行為が道徳的に正しいかどうかを考えることが重要です。これがカントが考える理性の仕様です。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。ただ感じるだけではなく、考えるべきだ。それが人間としての責任だ。理性の役割と人間生活への影響。では、この理性が私たちの日常生活にどのような影響を与えるのでしょうか？理性は単に知的な活動だけでなく、私たちがどのように行動し、どのように生きるかを形作る基本的な要素です。人間が理性的であると、感情に左右されることなく、一貫した行動をとることができます。これにより、個人的な目標の達成だけでなく、他者との良好な関係構築も可能になります。また、理性は私たちが未来を計画し、長期的な視点で考えるための基盤を提供します。日常生活での決断。例えば家を買うか、賃貸にするかといった大きな決断をするときも、理性を用いて、それぞれの選択が将来に与える影響を考える必要があります。感情に流されることなく、理性を持って行動すること。それが真に自由な人間の証だ。カントの哲学における理性の位置づけ。カントの哲学では、理性はただの知的能力ではなく、人間の存在と行動の革新をなすものとされています。彼の思想全体を通じて、理性は自由と道徳の基礎となるものとして位置づけられているのです。カントは理性を通じて、私たちが真の自由を実現する手段として、道徳法則を導き出します。これは自分自身に課すべき最も高い義務とされ、他人に対する尊重と共感に基づいています。理性があるからこそ、私たちは道徳的な法則に従う意志を持つことができるのです。私たちが、嘘をついてはならないという、道徳法則に従うとき、それは理性によって導かれた結果です。理性は私たちに、嘘をつくことが、長期的にどのような結果を招くかを理解させます。自由とは、理性に従って行動することに他ならない。道徳法則は自由を実現するための指針だ。道徳法則の概念。皆さん、道徳法則と聞いて何を思い浮かべますか？カントにとって、道徳法則は人間が自由を実現するための基本的なルールです。この法則は、自己の利益を超えて、普遍的な正義と善を求めるためのもので、すべての理性的存在に適用されます。道徳法則は、個人の欲望や感情に依存しない客観的な基準です。これにより、行動の正しさを判断することが可能になります。カントは定言明法という形式を通じて、道徳法則を明確に表現しました。これは行為が普遍的な法則として、成立可能かどうかを問うものです。例えば、嘘をついてはいけないという単純な道徳法則があります。これはどのような状況でも普遍的に適用されるべき原則としてカントは考えています。道徳法則は理性から生まれる。お前らがどんな状況でも正しい行動を取れるようにするための理性的な基準なんだ。道徳行為と自由の関係。では、なぜ道徳行為が自由と関連しているのでしょうか？カントは、道徳的に行動することこそが、真の自由を実現する唯一の方法だと考えました。自由とは、外部からの強制や内部の欲望によってではなく、自己の理性に基づいて行動する能力です。道徳的な行動は自己の理性を用いて、自由に選択されるものであり、その選択を通じて、自己の内面的な法則に従うことになります。これにより、人は他人からの強制や自己の欲望に左右されることなく、自己決定の主体として機能することができるのです。自由な意志である友人を助けるという行為は、外部からの圧力ではなく、自己の理性的判断によるものです。これが自由で道徳的な行為の一例です。自由でいるためには、道徳法則に従って行動する必要がある。それが本当の意味での自己決定だ。自由な意志とは何か？自由な意志とは、一体どのようなものでしょうか？カントによれば、これは自己の理性に基づいて決定を下す能力を意味します。自由な意志は単に何かを選ぶ自由ではなく、道徳法則に従って正しい選択を行う自由です。自由な意志は自己の理性的判断に従って行動することによってのみ実現されます。この理性的判断は個人の内面に根ざした普遍的な法則に基づいています。カントはこの点を強調し、理性的存在としての私たちの役割を明確にしました。例えば、誰かが困っている時に助けることを選ぶ行動は、感情に流されるのではなく、理性に基づいた決定です。これが自由な意志の表れとカントは考えています。自由な意志を持つとは、理性に基づいて行動することだ。道徳法則に従うことで、お前らは真に自由になるんだ。この構成をもとにして、
カントの理性と自由の関係を深く掘り下げることができます。日常生活における道徳法則の適用。では、カントの道徳法則は私たちの日常生活にどのように適用されるのでしょうか？実は、日々の小さな選択においても道徳法則を意識することは重要です。日常生活での道徳的判断は理性的思考を用いて自分自身に課された法則に従うことを示します。道徳法則に従うことは他人に対する敬意を表す行動であり、社会的な共生を促進します。例えば、公共の場でのマナーや誠実な対人関係がこれに該当します。カントは、個々の行動が全て普遍的な原則に基づいているべきだと考えており、それが社会全体の倫理的水準を高めることにつながります。例えば、公共の場での行列において順番を守る、または正直に迷い犬の持ち主を探すなど、日常の様々な場面で道徳法則が活用されます。道徳法則は大げさなものではない。お前の日常の中で自然に守られるべきシンプルな原則なんだ。理性的判断と感情のバランス。理性と感情のバランスは、カントの倫理学では非常に重要です。理性だけでなく、感情も人間の判断には不可欠な要素ですが、そのバランスをどう取るかが鍵を握ります。理性的判断は感情を制御し、感情は理性的判断に深みと人間らしさを加えることができます。理性だけが支配すると、時に冷酷な判断になりがちですが、感情が加わることで、道徳的行動はより人間的で温かみのあるものになります。一方で、感情に流されすぎると理性的な判断ができなくなることもあります。カントは、この2つをうまく統合することで、最も良い行動が可能になると説いています。ある困難な選択を迫られたとき、例えば友人の秘密を守るべきかどうかという状況では、理性と感情の両方を考慮に入れる必要があります。理性を優先しつつ、感情を無視するな。感情は人間を形作る大切な部分だが、制御されるべきだ。社会倫理への応用例。最後に、カントの倫理学は、現代社会の多くの倫理的課題に対しても、有効な指針を提供します。企業の倫理、政治の透明性など、様々な分野でその原則が活用されています。社会全体の道徳的基準を高めるためには、カントの理念がいかに重要であるかがわかります。企業が社会的責任を果たすためには、カントの道徳法則に基づいて、決断を下す必要があります。これにより、利益を追求するだけでなく、社会全体の利益を考慮した行動が期待されます。政治では、公正かつ透明性のある政策決定が、カントの倫理観に基づいています。これは、国民全体の利益を考える上で不可欠です。例えば、環境保護に関する企業の方針や、公共の福祉を考慮した政策の策定は、カントの倫理学を反映しています。社会は個々人の道徳的行動によって形成される。だからこそ、全員が道徳法則に従うべきなんだ。これらの内容で、カントの倫理学の実用性を深く探求し、その重要性を視聴者に伝えることができるでしょう。カント倫理学の批判点。カントの倫理学は非常に影響力がありますが、批判も存在します。これらの批判を理解することで、カントの理論の深さと、その限界をより深く掘り下げることができます。主な批判点として、カントの倫理学が時に非現実的であるという意見があります。カントの倫理学は非常に厳格で、すべての行動を普遍的な法則に基づいて評価することを要求します。しかし、現実の倫理的状況はより複雑で、常に普遍的な法則に従うことが可能、または適切であるとは限りません。感情や個々の事情を考慮する余地が少ないため、柔軟性に欠けるとの批判もあります。例えば、嘘をつかないという原則は高潔ですが、誰かを守るために嘘をつくことが倫理的に許容される場合もあるかもしれません。カントの理論ではこのような例外を許しません。規則は重要だが、時には現実の状況に合わせて柔軟に対応することも必要だ。理想と現実は常に一致するわけではない。現代社会におけるカントの倫理観の適用。それでは、現代社会においてカントの倫理観をどのように適用すればよいのでしょうか？テクノロジーやグローバル化が進む現代において、カントの倫理観は依然として重要な指針を提供します。カントの倫理学は公正さと正義を求める現代社会において、道徳的な判断の基盤となり得ます。現代社会には多様な文化や価値観が交錯しており、普遍的な原則が求められます。カントの提言名法は、異なる背景を持つ人々間でも共有できる倫理的基準を提供するために役立ちます。特に、ビジネスや政治の決定において、利己的な動機よりも普遍的な善を考慮することが重要です。企業が環境保護を考慮に入れた製品開発を行う場合、カントの倫理観は、ただ利益を追求するのではなく、より大きな善を目指すべきだと教えます。現代も変わらず、我々の行動は普遍的な原則に基づくべきだ。それがカントの教えるところだ。哲学と現実の橋渡し。哲学と現実の間にはしばしば隔たりがありますが、カントの倫理学はそのギャップを埋めるための架け橋となり得るのです。カントの理念を日常の判断や行動に取り入れることで、より良い社会を形成するための実践的な手段を見出すことができます。哲学は抽象的なものと考えられがちですが、カントの理論は具体的な道徳法則として現実世界に適用可能です。これにより、
個人の行動が社会全体にポジティブな影響を与えることが期待されます。また、倫理的な議論を促進することで、社会的な問題に対する意識が高まり、改善につながる可能性があります。社会問題に直面した際、カントの理念を参照することで、個人や組織は、より倫理的な選択を行うことができるようになります。例えば、公平な労働環境の確保や、透明な政府運営に役立てることができます。理論だけではなく、実際に行動に移すことが大切だ。カントの倫理学は、現実の問題解決にも役立つ道具なんだ。この構成を用いて、カントの倫理学が現代にどのように生かされ、批判されるのかを深掘りし、哲学と現実の接点を探る内容になります。テクノロジーと倫理の新たな関係。現代社会においてテクノロジーは日々進化していますが、この進歩は新たな倫理的課題を生み出しています。カントの理性と道徳の原則は、これらの新しい課題に対処するための重要なガイドラインを提供します。テクノロジーの発展に伴い、倫理的な意思決定がより複雑になる中で、理性的なアプローチが不可欠です。AI やビッグデータ、バイオテクノロジーなどの分野での革新は、プライバシーの保護、意思決定の透明性、公正な利用方法など、多くの倫理的問題を引き起こしています。カントの道徳法則、特に普遍性の原則は、これらの新しい技術がもたらす問題に対する答えを見出すのに役立ちます。例えば、AI 技術を使用する際、そのアルゴリズムが偏見を持たないように設計することは、カントの普遍的倫理観に基づいた行為です。テクノロジーの進化は止まらない。だからこそ、私たちの倫理観も進化し続けなければならない。私の教えがその指針となる。未来の倫理観とカントの影響。未来の社会においても、カントの倫理観は重要な影響を持ち続けるでしょう。技術的な進歩や社会構造の変化が進む中、普遍的な道徳法則の必要性は、より一層明らかになっています。カントの理念が提供する道徳的な指針は、未来の倫理観の形成において基盤となり得ます。未来社会では、グローバル化や多文化共生が進む中で、異なる価値観が衝突する可能性が高まります。カントの普遍的な道徳法則は、これらの多様な背景を持つ人々間での共通の倫理基準を提供するために役立ちます。また、環境問題や経済格差といった全人類共通の課題に対する解決策も、カントの倫理学を通じて提示される可能性があります。気候変動に対する国際的な取り組みやデジタルデータの倫理的な利用は、カントの倫理学がいかに現代に適用可能であるかを示す例です。未来においても私の倫理学から多くを学ぶことができる。それがより良い世界を構築するための基盤となる。理性的生活の提案。最後に、カントの倫理学は個々人が理性的な生活を送るための具体的な提案も提供します。毎日の選択を理性に基づいて行うことで、個人の幸福だけでなく社会全体の良好な関係を育てることができます。理性的生活は道徳的な義務感だけでなく個人的な充実感にもつながります。日々の決断において理性を優先することで、感情や衝動に流されることなく、より計画的で堅実な生活が可能になります。これは個人の自立性を高め、自己実現を促進します。カントの提言明法に従えば、自分だけでなく他人にとっても最善の行動を選択することができるため、社会全体の倫理的水準が向上します。購買行動においても、環境に配慮した製品を選ぶなど、理性的な判断が求められます。これは個人の消費が社会や環境に与える影響を考慮した結果です。理性的な生活を送ることは自分自身を高めるだけでなく、社会にも良い影響を与える。カントの教えは現代人にとってもまだまだ有効なんだ。